俺の名前は藤波健吾。父親は有名な名医で、俺はそんな父親に憧れて育った。いつか俺も父さんみたいな医者になるんだ。そんな夢を抱いて必死に勉強し、なんとか医学部に合格。そして都内にある大きな大学病院の医者になった。父と比べるのはおこがましいくらいの腕だったけれど、自分なりに精一杯努力してたくさんの人の治療に当たってきた。しかし今の俺は、はい、チクッとするよ。痛い、ママ。地方の総合病院で小児科医として働いている。3年ほど前、俺は大学病院をクビになってしまった。心身ともにボロボロになってしまった俺は地元に戻り、この総合病院で働いているのだ。現在俺は53歳。ここから医者として出世するのは絶望的だろう。周りからもパッとしないとバカにされているし、それ以上に俺が出世できない大きな理由がある。それが、島田さん、すみません。お願いします。はあ、またですか？いい加減にしてくださいよ、藤波先生。頭を打って血が出ている子供が来た際、途中までは何とか治療ができたのだが、最後は血の気が引いてしまい、看護師長の島田さんにバトンタッチする羽目になった。そう、俺は医者なのに血が怖いのだ。血を見ると手が震えてしまい、何もできなくなる。最初のうちは震えを抑えて治療できるが、我慢しすぎると血の気が引いて倒れてしまうのだ。血を見た後は震えと低血圧のせいで事務作業すらできなくなってしまう。そんな俺を看護師長の島田さんは毎日のようにやじる。病院の恥をさらす医者もどきよ、あの人は。ある日島田さんが他の看護師にそう言っているのを聞いてしまった。彼女の言うことはもっともだ。医者なのに血が怖いなんて、医師免許を返還すべきだと思うけれど、大学を卒業してから今までずっと医者として働いてきたので、これ以外の仕事を知らない。53歳のおっさんが再就職なんて無理だろう。だからみっともなくても、俺はこの仕事にすがりつくしかないのだ。そんなある日のこと、4月に入り、新しい看護師たちがうちの病院に着任した。その中にかなり目を引く美人がいた。はじめまして、大貫凛花です。よろしくお願いします。大貫さんは芸能人レベルの美人で、たちまち院内で有名人となった。しかし大貫さんはとてもおとなしい性格の人で、周りが騒いでも困ったようにちょっと笑うだけ。そんな大貫さんが気に入らないのか、島田さんは、看護師の仕事は顔が良ければ成立するものじゃないのよ。調子に乗らないでよね。そう言い厳しく接している。大貫さんはそんな島田さんに対して嫌な顔一つせず、すみません、と謝るだけ。おとなしい性格の大貫さんを見下しているのか、島田さんの言動は日々悪化する一方だった。大丈夫？大貫さんに対する島田さんの言動は、俺に対するものと似ている。心配になってある日大貫さんに声をかけた。え、何がですか？島田さんにひどいこと言われてるだろう。すると大貫さんは、ああ、と苦笑いを浮かべた。まあ確かに、今日なんか、そんな可愛い顔して男と遊びまくってんでしょって言われちゃいました。それはひどいな。ですよね。まあ確かに私の顔は可愛いですけど。今なんて言った？クソ激務で男と遊ぶどころか、女友達と遊ぶ暇もないですよ。この可愛い顔の無駄遣いですよね、ほんと。君ってなんというか、案外いい性格してるんだね。あっけらかんとした大貫さんの言葉に、思わず心の中で思ったことをそのまま口にしてしまった。すると大貫さんはにこりと笑みを浮かべる。そうなんです。いい性格してるんですよ、私。というか、先生こそ大丈夫ですか？私みたいに島田さんからいろいろ言われてるじゃないですか。俺はもう慣れっこだから。ここに来て3年になるが、島田さんの嫌味はもはや日常の一部だ。
そう言うと大貫さんは、すごいですね、と感心したように言った。あの嫌味を3年間聞き流してるなんて、先生もいい性格してるじゃないですか。そうかな。そうですよ。それに先生は患者さんに優しくていい先生ですし、検査も指示も的確で、先生のサポートに入りたい看護師はたくさんいますよ。それは初耳だ。ちょっと照れつつ謙遜する。いや、俺なんて、君も知ってると思うけど、血が怖くて治療もろくにできないし、人には得手不得手がありますから、そこら辺は私たち看護師がサポートしますので。えっへんと胸を張る大貫さん。彼女の頼もしい言葉に思わず涙が出そうになってしまった。この日以来、俺たちの仲は急速に縮まる。そんな俺たちを見た島田さんは、藤波先生、あまり特定の看護師に入れ込まないでください。最近の先生、他の看護師から年下趣味じゃないかって噂されてるんですよ。病院の評判に関わりますから、くれぐれも気をつけてください。と俺に対してしつこく言ってくるようになった。大貫さんに対しても、医者の妻の座を狙ってるとか、あの顔で藤波先生をたぶらかしてるとか、裏で散々言われてるみたいですね。俺以上にひどいことを言われているのに、ケロッとした様子だ。俺も大貫さんみたいに何を言われても動じない強い心が欲しいな。彼女の強さに尊敬を抱きつつ、島田さんにやっかまれないように気をつけながら、大貫さんと交流を続けていた。そんなある日のこと、事件が起こる。その日は小児科で、俺と大貫さん、島田さんと数名の看護師が夜勤担当になった。他の科の先生方は休みだったり、出張やら院長主催のパーティーやらに参加したりして、院内はとても静かだ。しかしその平穏も長くは続かない。先生、急患です。夜も深まった11時ごろ、救急に小さな女の子が運び込まれたと連絡が来た。相手が子供なら、小児科の俺も行かなければならない。容体は？車にひかれて重傷です。意識もありません。救急からの電話を取った大貫さんが、冷静にお礼伝えた。行きましょう。島田さんも来てください。手が空いていて暇な様子の島田さんに声をかける。はあ、面倒ね。島田さんがブツブツとつぶやくが、それに構わず2人を連れて救急に向かった。するとそこにいたのは、ひなた。患者の顔を見た瞬間、島田さんは顔面蒼白になり、患者に駆け寄る。ひなたというと、島田さんの娘さん？前に島田さんから娘さんの話を聞いていて、その時に名前を聞いていた俺の体から血の気が引く。島田さんの娘、ひなたちゃんは、あちこち傷だらけで、ぐったりした様子で横たわっていた。大量に血を流していて、それを見た瞬間、血が苦手な俺の視界がぐらりと揺らぐ。しかし倒れている暇はない。血の気が引く体を何とか動かし、救急スタッフと共に治療を始めた。その横で島田さんが叫び声を上げる。なんで、ひなたは家で寝ているはずよ。島田さん、これに見覚えは？大貫さんが救急隊員から受け取った巾着袋を差し出す。これは私の小物入れ。まさかこれを私に届けようとして外に出たの？島田さんは旦那さんと離婚していて、夜勤の最中は小学生のひなたちゃんを両親に預けているのだが、両親がインフルエンザにかかってしまい、今日はひなたちゃんが家に一人きりだったらしい。ひなた、ごめんなさい。母さんが忘れ物なんてするから。島田さんの悲痛な叫び声と、ぐったりと横たわるひなたちゃん。その姿を見た瞬間、俺の中でとある記憶が呼び起こされた。俺が救えなかった命。途端に俺の体がブルブルと震え出した。このまま震えが止まらなかったら治療ができない。今日この病院に対応できる医者は俺くらいしかいない。絶望感に目の前が真っ暗になりそうになった次の瞬間。先生、大丈夫です。
あなたは今までたくさんの命を救ってきた。私も救われた一人です。そう叫びながら俺の手を握ってくれたのは大貫さんだった。私もって。先生、私のことを覚えてますか？あの時のことを思い出してください。私、先生のことを信じています。この子を助けてあげて。君はもしかしてあの時の。大貫さんの顔が幼い女の子の面影と重なった。ようやく思い出した。大貫さんは俺が助けた患者の一人だ。当時大貫さんもひなたちゃんと同じように車にひかれて重傷の状態で大学病院に運び込まれた。一時は意識不明の状態まで陥ってしまったが、俺が出頭して一命を取り留めたのだ。意識が戻った大貫さんから何度も感謝されたことを覚えている。あの時の女の子がこんなに綺麗に成長したのか。今まで気がつかなかった。大貫さんが退院した後、俺は彼女と同じ年齢の女の子の執刀医になった。大学病院に勤めていた当時、俺は周りから父親譲りの名医ともてはやされ、正直調子に乗っていた。その子の手術も無事に成功するだろう。周りも俺もそう思っていたのだが、結果手術は失敗。女の子は帰らぬ人となってしまった。ありえない結果だった。手術は成功する確率の方が高かったのに。あまりにも散々な結果に、女の子の家族や周りの人たちから責められてしまい、医療ミスの疑いまでかけられてしまった。女の子の手術の夢を何度も何度も繰り返し見るようになり、結果俺は血が苦手になってしまったのだ。そして俺は大学病院をクビになり、ここにいる。大貫さんは俺の手を力強く握り、こう言い放った。あなたならできる。絶対大丈夫。まっすぐな瞳と言葉に、俺の胸が打ち抜かれる感じがした。わかりました。血が怖いなんて言ってる場合じゃない。俺はこの子の命を絶対に救わないといけないんだ。覚悟を決めた俺はひなたちゃんに向き直った。傷だらけであちこちから血が流れている。最初は手が震えていたが、治療を進めていくにつれて震えは収まっていった。そしてなんとか治療を終え、ひなたちゃんの容体は安定。危険な状態を脱することができた。お疲れ様です先生。ありがとう大貫さん。治療を終えた俺たちは救命センターの近くにある椅子にぐったりと座り込んでいた。治療の最中、俺のそばで大貫さんがずっとサポートしてくれた。彼女がいなかったらどうなっていたことか。するとそこに目を真っ赤に晴らした島田さんがやってくる。あ、島田さん。娘さんがあんな状態で運び込まれて、島田さんは相当ショックを受けただろう。大丈夫ですかと声をかけようとしたが、娘の命を救ってくださり、ありがとうございます。そして今まで本当にごめんなさい。そう叫ぶと、俺たちの目の前で土下座したではないか。島田さん、立ってください。そうはいかないわ。私は娘の命の恩人のあなたに対して、なんてひどいことを。島田さんの腕を引っ張ろうとするが、びくともしない。困って大貫さんに視線を向けると、あら、その娘さんの治療は私がサポートしたんですけど、私にも謝るべきじゃないですか？大貫さんは嫌味っぽい声で島田さんの目の前に座った。そうよね。本当にごめんなさい、大貫さん。いや、これ冗談なんですけど。え？ひなたちゃんが助かってよかったですね、島田さん。お母さんの忘れ物を届けてくれようとするなんて、優しいお子さんじゃないですか。そんな優しい子が助かって、私も嬉しいです。本当によかった。見ると、大貫さんの目には涙が浮かんでいた。それを見た瞬間、島田さんは大号泣。本当にごめんなさい。ありがとう。と大泣きで謝罪とお礼を言いながら俺たちに抱きついてきた。この日以降、島田さんは俺たちに対する言動を改めてくれた。心を入れ替えて真面目に仕事に取り組んでくれている。
ひなたちゃんもすっかり回復したし、退院する日も近いだろう。そして俺はこの一件で周りから見直されるが、やっぱりまだ血は怖い。だから大貫さんや島田さんのサポートが不可欠だ。二人はしょうがないですねと言いながら笑顔で俺のサポートをしてくれる。この二人がいてくれるおかげで俺はこの病院で医者を続けていられるのだ。二人には感謝してもしきれない。